ここは香川県高松市にある高松城です。日本屈指の海城として有名で、お堀に海水を引き入れる構造が特徴です。潮の満ち引きを利用した海の守りを備えるという独自性を持っています。安土桃山時代から江戸時代に、生駒家4代、松平家11代の藩主が居城としました。高松城が作られたのは、豊臣秀吉の四国制圧の後、讃岐一国の領主となった生駒近政によって、1588年天正16年に着手し、1590年に完成しました。お城の縄張りは、秀吉の軍師として知られている黒田官兵衛が手掛けました。現在見られる遺構は1671年、寛文11年、水戸黄門の兄である松平頼重によって改修されたものです。城郭の形式は大阪城や江戸城でも見られる輪郭式平城。本丸を中心に二の丸、三の丸、北の丸、東の丸、桜の馬場、西の丸が時計回りに配置され、本丸、二の丸を囲む内堀、三の丸、桜の馬場、西の丸、北の丸、東の丸を囲む中堀、外車を囲む外堀の三重に堀が巡らされていました。お城の北側は瀬戸内海に直接面し、内堀、中堀、外堀のすべてに海水が引き込まれ、西浜船入りには軍港、東浜船入りには商港が作られ、城内に直接船が出入りできるようになっていたそうです。明治時代になると天守などの建物が取り壊されたり、堀が埋め立てられたりして、当時の8分の1まで減少してしまいましたが、一部の石垣、堀、櫓や門などが残り、当時の様子を見ることができます。城内には大正時代に松平家が別邸として使用した飛雲閣、飛雲閣の庭園が作られ、今も残っています。城跡は国の史跡に指定され、日本百名城にも選ばれています。それでは現在の高松城がどのようになっているのか、これから巡ってみたいと思います。ここは JR 高松駅です。まずは高松駅前にあるシンボルタワー展望台に行ってみます。ここでは無料で高松城全体を見ることができます。展望台に登ってきました。ここが高松城です。ここから見ると高松城が海に面している城だということがよくわかりますね。では搭乗ルートですが、朝日門から桜の馬場、桜門を通り三の丸、二の丸、鞘橋を渡り本丸、天守台へと向かっていきます。JR 高松駅から高松城に向かっていますが、これは高松城の石垣ですね。当時の状態のまま保存されているようです。ここは琴電の高松築港駅です。この裏が高松城跡になります。線路の後ろには大きな櫓台があります。こういう風景は珍しいのではないでしょうか。高松築港駅の最寄りの入り口で、ここから入ることもできますが、今回は江戸時代の正式な入り口の朝日門から入場したいと思います。
線路に沿って旭門に向かいます。生駒市時代にはここに大手門がありました。お城の背後には武家屋敷や商家が並んでいたそうです。ここからまっすぐ行くと高松城の外堀に架けられていた常盤橋があり、交通の起点になっていたそうです。現在は外堀は埋められて、常盤橋は栗林公園の入り口に移設されています。こちらが正式なお城の正面、旭橋。奥の門が旭門です。1671年、松平頼重によって作られました。旭橋は作られた当時は木製であったそうです。この橋が斜めに架けられているのは、敵の直進を防ぎ、側面から攻撃できる工夫です。旭門です。松平時代は大手門となっていました。ここで入園料を払います。大人200円、子供100円。1月1日から3日は無料開放となっています。ございます。旭門を入るとマス型になっており、四方から攻撃できるようになっています。大きな切り石の乱積みは見事です。うずみ門です。非常時の城主の脱出のため、あるいは寄せ手を背後から攻撃するための門です。太鼓門跡の櫓台です。切り込みはぎの石垣できれいに積まれています。次にこちらが牛虎櫓で国の重要文化財に指定されている貴重な櫓です。1677年の松平時代に建造された33階の櫓です。大きな千鳥破風があるのが特徴です。二重目には唐破風、三隅には石落としやたくさんの鉄砲様を備えています。よく見ると石落としの壁にも鉄砲様が見られますね。もともと東の丸、今の香川県立ミュージアムのあたりにあったものをここに移設しました。この写真は明治時代に撮影された移設する前のものです。目の前は海だったようですね。右奥に見えているのは月見櫓です。鉄砲様が内側にあるのは、かつては別の場所にあったことを示す名残です。では移動します。太鼓門を抜けた先が桜の馬場です。その名の通り、桜が植えられた馬場がありました。ここは馬の教練をするために作られました。現在でも桜の花見の名所になっています。ここには多くの櫓などがあったようですが、今ではなくなっています。生駒市の時代には、桜の馬場の南西の隅に、お城の正門、大手門がありました。
この石垣はその時の名残です。ここは桜御門です。桜の馬場と三の丸の間に建てられた櫓門です。この門は敵の侵入を防ぐ役割がありました。高松城築城後早い段階で作られた門であったそうです。残念ながら1945年の高松空襲で焼失してしまいました。今は当時の姿で復元されています。桜御門を入ると敵の進路を阻む一文字石垣が横たわります。廓の内部を見えにくくしたり、一度に多人数の敵が入れないように工夫したものです。ここは三の丸です。江戸時代の松平氏時代にはここに三の丸御殿があったそうです。1872年明治5年に老朽化により取り壊されました。現在はここに飛雲閣が建てられています。この飛雲閣は国の重要文化財に指定されています。大規模な和風木造建築で大正6年1917年、旧高松城主の高松松平家の別邸として建てられました。また香川を訪れる賓客をもてなす迎賓館としての役割も持ち合わせていました。昭和天皇もここにご宿泊されたそうです。飛雲閣の一番の見どころは142畳の大書院です。その他の各部屋は部屋から見える景色にちなんだ蘇鉄の間、牧の間、松の間、藤の間、桐の間、杉の間などの部屋があり、それらの部屋を渡り廊下で結んでいます。ここは玄関です。この日は1月3日でしたので、特別に飛雲閣の内部を見学することができます。玄関を入ると第5代藩主が書いた飛雲閣の変額がかけられています。ここは蘇鉄の間です。来賓客を招く応接室の役割があったそうです。天井にかかってある英国製のシャンデリアが特徴的です。庭に植えられているこの蘇鉄は松平時代に薩摩の島津家から贈られたものです。樹齢はなんと300年以上だそうです。ちなみに飛雲閣で使われているこの大正ガラスは今では代わりのものがない貴重なものらしいですよ。では次に移動しますが、この先は飛雲閣一番の見どころである142畳の大書院のようです。今回は残念ながら公開されていませんでした。どうやら工事中みたいですね。では2階に上がってみます。こちらが昭和天皇も使われた波の間です。ここから瀬戸内海の波が見えることから波の間と名付けられています。質素ですが趣のある床の間ですね。欄間には鳳凰の透かし彫りがされています。ここから月見櫓を眺めることができます。この庭園は飛雲閣庭園で国の名勝に指定されています。こちらも高松城の旧城主の方が飛雲閣の再建に合わせ枯山水の庭を策定しました。庭木には松やウバメガシなどたくさんの木が植えられています。
こちらは昭和天皇皇后陛下お手植えの松です。庭園の重要な箇所に銀閣寺型蝶子鉢、味石製の石橋、大型の石灯籠、井戸、飛び石などを配置しています。特にこの銀閣寺型蝶子鉢は大規模なもので、作庭費の半分がこの蝶子鉢だったそうです。では次に北の丸へ向かいます。ここが北の丸です。北の丸は今から約350年前の1671年、松平氏により、これまで海だった場所を埋め立てて作りました。ここには月見櫓、水の手御門、渡り櫓、鹿櫓が建てられました。月見櫓、水の手御門、渡り櫓は現存していて、国の重要文化財に指定されています。この門が水の手御門です。水の手御門はお殿様専用の出入り口として使用されていました。かつては櫓の外が海であり、お殿様は船からこの水の手御門を得て直ちに城内に入れるようになっていました。出るときはこの門から小舟に乗り、沖に止まった御座舟に乗り換え参勤交代していたそうです。ブラタモリでは舞桟橋と紹介されていました。こちらが高松藩が使っていた御座舟飛龍丸です。香川県立ミュージアムで藩主が使う御座の間が復元展示されていました。きらびやかな内装が目を見張りますね。続いてこちらが月見櫓です。1676年に作られた櫓で、国の重要文化財に指定されています。城主の船が着くのを見る月見が由来だそうです。その他に海の監視や防備の役割がありました。33階の櫓で、2階は唐破風、1階は千鳥破風、その下には石落としが付けられています。この月見櫓は日曜日の9時から15時のみ公開されています。では中に入ってみます。内部は中心の4本の柱が2階部分で継ぎ足しながら3階天井まで伸びています。こちらは隠し座間です。外側の壁は塗られて隠されていますが、いざ戦いとなると壁を壊して狭間から鉄砲を放つことができるようになっています。石落としは西面と北面に取り付けられています。3階の最上階に登ってきました。こちら3階からの眺望です。ここからは飛雲閣が見えます。その奥は高松の中心市街地となっています。東側です。今の香川県立ミュージアムあたりに東の丸がありました。東の丸には米蔵や建物の建築や修理を行う役所がありました。北側です。今は道路ができていますが、かつては瀬戸内海に面していました。道路を渡ったところに時報省が見えています。時報省は
松平頼重が1653年に城下の人に時を知らせるために建立したものです。当時は外堀の土手に建てられていました。こちらは西側高松駅方面です。月見櫓の反対側の隅、今のレグザムホールのすぐそばに地下櫓が建てられていました。明治時代に撮影されたお写真です。残念ながら今は取り壊されてしまいました。こちらの石垣で使われている石は讃岐の名石サヌカイト。屋島や五色台でしか取れない非常に貴重な石が使われています。次に二の丸へ移動します。こちらは三の丸と二の丸の間にあった黒金門です。門があった形跡も残っていますね。サイドには武の櫓、黒櫓もあったそうです。こちらが二の丸です。生駒時代には二の丸御殿も存在したそうです。こちらは玉藻公園入り口です。西の丸と二の丸の入り口で、かつては羽橋口と呼ばれていました。右側にははみだめ櫓、左側には二重櫓の連櫓がありました。こちら連櫓の櫓台です。羽橋口の外、今の JR 高松駅やサンポート高松あたりに西の丸がありました。発掘調査によると、西の丸には家臣の屋敷や藩の学問所、寺院などがあったそうです。こちらは本丸と二の丸をつなぐ鞘橋です。屋根と側壁がある廊下橋の形が刀の鞘のようであるため、そう名付けられたそうです。本丸へ行くにはこの橋一本だけでつながっています。築城当初には屋根や側壁はなく、欄干の橋だったそうです。いよいよ最後の砦で本丸に向かいます。本丸に到着です。ここはお城の中央に位置し、かつては天守が存在した場所です。南西隅には二重櫓の地球櫓、北西隅には城内で一番大きい櫓の金櫓、本丸小口に中櫓、中川櫓があり、それらを多門櫓でつなぐことにより、かなりの防御態勢が整っていました。生駒市時代にはここに藩主が住む本丸御殿がありました。本丸の周りはすべて内堀に囲まれ、木造の鞘橋一本だけでつながっています。この橋を落とせば外部からの侵入路を断つことができました。この構造は一旦橋を落としてしまうと、内部にいる人間は逃げ場を失ってしまいますが、高松城は海に面しているので、いざとなれば海上へ脱出することができました。ここは天守台です。登れるようですので上に行きましょう。こちらは地下1階の様子です。礎石がほぼ完全な形で残っていたみたいです。調査によると、天守台の石垣は高松城が築城された
1588年より前には存在していた可能性があるそうです。ここからは生駒市の家紋が刻印された石垣が発見されています。この写真に写っている天守は松平頼重が1669年に改築した天守です。この美しい白壁の天守は遠くの方から見ると天守が海上に浮いているように見えたらしいです。北九州にある小倉城を参考にして作られたそうです。独立式相当型で34階地下1階、高さ約 26.5 メートル。全国のお城でも8番目の高さになる巨大建築物でした。屋根には高さ2メートルのシャチホコ。4階の平面が3階の平面より大きい南蛮造りが特徴で、1階は天守台から外に張り出させて石落としを開いていました。1重目と2重目の肥沃入母屋破風と唐破風。4階には花頭窓などがありました。生駒市時代の天守は松山城、松江城、松本城のような板張りの黒い外観だったそうです。その後、1671年の松平氏による大改修の時に、姫路城や宇和島城のような白漆喰総塗り米の天守が改築されました。明治17年、1884年、老朽化により取り壊されましたが、現在は復元に向けて動いているようです。こちらは二の丸鉄門前に設けられている水門です。現在でもこの水門から瀬戸内海からの海水が引き込まれています。また潮の水位調整もこの水門で行われています。そのため堀の水が枯れることなく鯛などが生息できるようです。二の丸北側の石垣を一度取り壊して水門を作った痕跡が見られます。ここから海水が内堀に流れるようです。ここは瀬戸内海からの海水が中堀に流れる水路です。では最後に鯛の餌やりをして終わります。いる。いる。ここでやろう。かわいい。なんか写真だとうまく撮れない。じゃあやるな。